たかい。あったかい。こんなところに温泉が。先ほど少林寺を出てですね、河南省にある、もう一つすごい有名な世界遺産の、龍門石窟ってところに来てます。ただ今すごく寒くてですね、気温がもう氷点下なんですけれども、温泉があるんですね、ここには。これ天然だそうです。この辺りは確かに山がちなんですけれども、すごいですね。なんかこんなのがあると思いませんでした。まあちょっと2000ぐらい仏像がいっぱい彫られているところで有名なエリアでして、まあそのなんか彫刻を見に来たって感じですね。とですね、494年とか言ったかな。5世紀末から200年ほどかけて、まあ、土地の王朝、皇帝が庇護してですね、石像を掘り続けたというエリアです。もう山肌にですね、山の岩肌に、彫刻をそのまま、掘り付けた感じのようなエリアで、ユネスコの世界遺産になってます。でももうあったあんな感じですね。ちょっと見てみたいと思います。すごいですね。こういう感じで石像が彫られてます。これ最初の方の石像だそうでして、ちょっと確かに丸みを帯びてますね。最初の方はインドの影響が強いから、ちょっと中国っぽいっていうか、目鼻立ちもちょっと丸っぽくてインドっぽいものが多いらしいです。すごいですね。この全部昔はちゃんと仏像があったらしい、石像があったらしいですけど、長い歴史の中で盗まれたり壊されたりいろいろあったそうです。すごいなこれも。これが一番最初、5世紀末から作り出したものだそうです。国技が作ったやつですね。なんかすごいスマイリングブッダって呼ばれてるそうです。もう確かに微笑んでますよね。で周りのもいっぱい作られてますけれども、なんかこっちのやつはですね、しばらく経ってから唐が作ったみたいですね。こっちのはやっぱり王朝も変わるからいろいろ作り方も変わるんだなと思いますけれども、なんか丸みを帯びてて全然違う感じですね。ちょっと年を取った女の人かなみたいな感じの顔立ちですけれども、中がですね結構なんか絵が昔は描かれてたみたいで、なんかちょこちょこ茶色のものとか残されてますね。あれは染料っていうか絵の具なのかな、なんか残されてるなっていう感じがします。でなんか結構顔だけ剥がされちゃってるやつとか結構あって、なんでなんだろうと思って聞いてみたら、結構やっぱり歴代の王朝によっては、仏頂が迫害された時代とかもあったりして、そういう時に首だけ落とされるとか、顔だけ取られるとかいろいろあったそうですね。2300ぐらい仏像があって、一番ちっちゃいのはなんかこういうレベルのやつそうですね。これよりもっと小さいのがあって、なんか2センチぐらいとか、だからここら辺のやつとかがそうか2センチ3センチぐらいですね。こういうちっちゃいのもあるみたいです。いやでも本当顔だけないとかちょっとかわいそうなの多いですね。でこっちも唐の時代に作られたやつみたいですけど、これはなんかですね、天上天下優雅独尊のポーズですね。2本指突き出して上と下に出しているポーズ、有名なブッダが生まれた時にしたってポーズですね。お母さんの脇の下から生まれて7歩歩いて天上天下優雅独尊って言い出した時の
ポーツなんですけど、これはなんか洞窟の中すごい絵がまだ残ってますね。この3体が最初に一番注力して作られた、十文石窟の銅像だそうです。でなんかこれが今中国ではちょっと人気だそうで、なんかこうやってピースサインしてるのが可愛いから人気になったっていう話ですけど、可愛いかなって感じの顔立ちしてますけどね。こっちはなんかおばさんっぽい顔はしてないですね。普通に男の人って感じの顔立ちですね。いやー、こういうのがですね結構ありとあらゆるところにあるみたいです。いや、それにしても寒い。見てください、これもうすっごい雪です。寒い。これがすごい有名な万仏堂ってやつですね。これちっちゃいブッダが所狭しとずっと並んでますけど、これ1万5000体あるそうです。1万5000体、ここら辺にも全部含めて1万5000体ですね。すごいですね。これ唐の最後の方にできたものらしいですけれども、なんか周りのブッダ全部メインの中心のブッダの話を聞いている、なんか訓話を受けているっていうところだそうですね。いや、それにしてもすごいなあ。そこに万5って書いてあるな。1万5000体あるって書いてあるんでしょうね。なんかこのプロジェクトを推し進めたのがなんか女性だそうで、だからブッダはちょっと女性っぽい作りをしているんだっていうふうに言われました。それにしてもこれちっちゃいですね。こういうの全部作っていったんだと思うとすごいなと。でなんかここがですね、これがこの仏像がなんか最も美しいとされている仏像だそうです。この龍門石窟の中で確かになんか品作って腰のあたり曲げてますよね。あとなんか服装もすごい綺麗な感じですね。なんか100年ぐらい前まで顔の部分もあったみたいなんですけど、なんか盗人が来てこの美しい石像を全部取り出したいと思ったらしくて、なんか頑張って取ろうとしたんですけど取れなくて、顔の部分だけ削って持ち帰ったっていう話が残ってるそうです。まあ確かにそんだけ綺麗ってことでしょう。でもここあんまりなんか時代時代によってはやっぱりそんなに警備されてなかったりしたみたいだから、かなりですね盗まれてるんですよね。本当にこういうところ一つ一つに全部仏像があったはずなのに、石像が入ってたはずなのに結構丸ごと取られちゃってほとんどなくなっちゃってるみたいなの多いです。例えばそこら辺も全部ないですよね。本当に残念なんで、世界遺産とかになって保護されるようになってよかったんだろうなって思います。これずっと続いてるんですけど 1.5 キロ続いてるらしいです。向こうの方までずっとこの洞窟と石像がありますね。あっちの果ての方まで。果てしないですね。200年ぐらいかけて作ったのがよくわかります。それであそこですかね。あれめちゃくちゃ大変だろうなって思うんですけど、あそこの辺りに全部石像が入ってるそうです。やばいですね。おおでかい。すごいな。これがこの
リモンセックスのメインの仏像になります。すごい立派。先ほどの岩肌を登りきったところにあるのがこれですね。すごいな、本当に。うおー、これは本当にすごいですね。ちょっとインドっぽい。なんか西側の影響を結構受けてそうな顔立ちですね。顔の丸みや首のシワとかそんな感じです。やっぱインドの影響を受けてちょっと丸っぽかったり太めだったりすること多いですよね。いやー、すごい。これを山の中で掘り抜くのは当時の技術だとすごい大変でしょうね。いや、すごいな。向こう側もなんか水墨画みたいな世界ですよ。とりあえず寒い。これか、これがなんもないな。いやでもなんかこれはですね、この龍門石窟の一番最初のものだそうです。北里の皇帝が最初にこれを作り出した時にこっから作ったらしいんですけど、完全にあれですね、修理中なんでしょうね。特に何も書いてないけれども、あ、確かに。でもあっちに仏像があるのか。将来的にはこれも見れるようになるのかもしれないですけど、なるほど。まあ一番最初にできたやつだからですかね。周りのやつもほとんど雨とか風で丸っこくなっちゃって仏像ほとんど見えないですね。いやー、ずっと続くな、本当に。本当にでかいですね。これ側天武功が作ったらしいですね。だからちょっとこういうジュエリーが入ったような仏像が横になったりするそうです。なんか宝飾品にまとってたり、クラウンがありますよね。ネックレスに大掛かりなものがあったりとか、同じようなのがあっちにもう一つあります。確かにあんまりなんかこんなにアクセサリーじゃらじゃらつけてる仏像ってそんなに見ないかもしれない。あともう一つ面白いのがパゴダを持っている仏像があったりとか、あとはここにめちゃくちゃ怖い顔した仏像があったりします。この仏像はこのなんか美しい龍門石窟の中で一番気味が悪いって言われてる仏像だそうですね。まあ確かにすごい怒ってるから怖いっちゃ怖いですね。ここら辺もやっぱり顔だけ取られちゃってるとか結構多いんですよね。やっぱりいろいろと迫害を受けた時代とかがあったのかなと思います。ここなんか山の間に挟まれているから意外と風はそんなに強くないそうでして、そんなに風で剥がれちゃうみたいなことはなかったらしいです。ただまあ雨ざらしですからね、当然長い時代過ぎれば
しかも唐の時代のあたりのもんですから、そりゃ剥がれてきますよね。ちなみにいろいろとなんかペインティングの跡がありますけど、昔はこれ全面がちゃんと塗られてたそうですね。そう考えるともっと壮麗だったんでしょうね。今はかなりほとんど茶色ですけど、いや本当に寒いですね。まあでもやっぱこれ見れてよかったです。これがこの龍門石窟の一番でかいやつなんで、まあメインのポジションですね。メインのポイントですね。はい、じゃあこれで龍門石窟は終えて洛陽の市内に戻りたいと思います。いや実はですね、来週とかもっと寒くなるみたいで、来週っていうか数日後ぐらいからもっと寒くなるみたいで、マイナス10度超えるらしいんですよね。マイナス11度とかマイナス14度とかいくらしいみたいなことを先ほど聞いて、いや寒くてですね、この服装では足りないかもしれないので、なんか買わなきゃなと思います。12月に中国北部に観光に来るとか、ちょっと考え直した方が良かったかもしれないですねでもやっぱり楽しいなって思うのは、寒い中国満喫できていいですね。スープ系のものが美味しいのと、あとぶっちゃけですね、観光客結構さっきからいっぱいいるんですけど、夏とか春のシーズンはめちゃくちゃ多いらしいです。今これオフシーズンだからあんま人がいないですけど、夏とかはもう人が押し押しになるほど、ぎゅうぎゅうになるほど来るらしいんで、まあ、そういうの避けたい人は寒い時に来てもいいかもしれないですね。いやまあとりあえず一旦失礼します。口が引きつってきましたねはい、というわけで世界遺産の龍門石窟から洛陽市内のホテルに帰ってきました。めっちゃ暖かくてすごいホッとしてますまあ車の中も暖かかったですけどね。今、河南省の洛陽市ってところにいまして、明日の朝また高速鉄道乗って、これから、西に400キロぐらいかな、向かいます。400キロもないな、370キロ、360キロぐらい西の方に向かって、次は鎮西省というところの西安市に向かいます。いわゆる西安ですね。兵馬俑とかそういう世界遺産がいろいろあるところなのでめちゃくちゃ楽しみなんですけど、まあ、古い都から古い都に移るような形でございます。いやなんかそれにしてもですね、洛陽も寒いんですけど、西安の方がもっと寒いそうでして、ガイドの人と話してたら、いやそんな薄着じゃ全然西安と耐えらんないと思うよって言われまして、まあ、結構薄着してるつもりなかったんですけど、何が薄着かって、あなたの履いてるジーンズがペラペラであるみたいなことを言われてですねいやなんかあんま気にしたことなかったですけど、確かにペラペラのジーンズだから僕すごい足寒いなってずっと思ってたんですけど、確かにマイナスになると耐えられないですね。というわけでですね、ちょっとなんかガイドさんが車で送ってくれたんですけれども、ホテルの前じゃなくて隣のスーパーで降ろしてもらってですね、デニスっていうなんかスーパーがあったんで、そこで降ろしてもらってもちょっと防寒具を追加で買いました。これか、桃引きですよ。桃引きを4枚買ったんですね。いや、確かに寒い。で、みんななんか、確かに着てるんですよね。なんかズボンの下に、こういう桃引きみたいなのみんな当たり前に履いてました。それがないとさすがに耐えられないって話ですね。で、すごい面白かったのが、桃引き買おうと思ったら、全部めっちゃくちゃ厚手なんですよ。これすっごい厚手で。ウールですよ。ウールでこんな厚手で、これめちゃくちゃ汗ばむだろうなと思ったんですけど、まあでも確かにこの気温だからこれでいいのかって感じですね。まあ、とりあえず明日からこれを履いていこうかなと思います。あと数日もするとさらに気温が下がってですね、氷点下5度とかマイナスの10度とかになるんで、確かにちょっと寒すぎますね。しかもこれからチベット行きますからね。チベットはもっと寒いわけで、まあやばいですよね。はいあとはそう、この手袋も買っちゃいましたね。手袋ないと辛い。手がかじかんでやばいですね。でも別に東京でもなんか0度ぐらいって普通にあるので、
なんか別に0度ぐらいの気温を知らないわけじゃないんですけど、なんだろうな、なんか東京の0度よりも圧倒的に寒いですね。乾燥してるからなのかもしれないですけど、まさか桃引き買わなきゃいけなくなることになるとは思いませんでした。人生で一度だけスイスに冬に行ったことがあるんですけど、その時に人生で一度だけ桃引きを買ったんですよね。桃引きっていうか、まあスパッツですけど、その時以来ぶりなんで本当に久しぶりですけど、暑そうだなと思うけど、実際はこんぐらいだとダメですね。まあいいや。というわけで、冬に中国の北部の方とか北の方とか、あとチベットみたいな鉱山の方とか遊びに行く場合はちょっと気をつけないといけないですね。はい。っていうわけで、中国大陸の横断4日目はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。失礼します。